叱る役目はいつも私になってしまう。どちらが正しいのかを考えてばかりだ。でもこれは二人で一緒に向き合っていくものなんだと気づいた。おはようございます。お久しぶりです。ジワンです。朝が弱い私の代わりに早起きしたヘイジェルに温めたミルクを用意してくれる優しい夫。おいおい。ミルクを飲んでいる隙にさっとヘイジェルの髪を結ぶベテラン主婦。ぴょこんお団子。おはようございます。昨日はルナニューイヤー、チャイニーズニューイヤーで隣の住人が朝2時までパーティーしてたみたいで、妻が壁ドンしたら静かになったって。妻まだ眠たいので少しみんな寝ます。ヘゼルもうるさかったね。ヘゼルもうるさくて寝れなかった？ヘイジェルもずっと動いて。ヘゼルも寝返りぐるぐるしてたって。起きたやつ。では今日はルナニューイヤーの一日行ってみましょう。日本では一切言わないこのルナニューイヤー、今日みたい。気絶した私の代わりにヘイジェルを見守り中。お母さんの声で目が覚め、パタパタとヘイジェルの朝ごはんをいたためる。最近ヘイジェルは好き嫌いと自己主張が強くなってなかなか大変だ。コーヒーマシンを売ろうとするティキのせいで急いでコーヒーを入れてみる。チェーン自動マシンを買ってたらもっと頻繁に使ってたのかな。たった一杯のコーヒーなのに道のりが長い。YouTube の影響を受けまくるコーヒー初心者。ようやくコーヒーを入れる。このマシン、実は抽出とスチームが同時にできるんです。$200でします。うまくやろうと1ミリもせず適当に作ったハート。練習不足だ。のこの太い私の間でもフォームはこれめっちゃいいわ。フォームめっちゃいいわ。食べて飲んでみ俺。飲んでみ。フォームはめっちゃいい。てかなんか葉っぱみたいなやつ作ってほしいんだけど、このハートはもういいや。私ハート専門なんで。こっちは育児、あっちは優雅な行為タイム。やっぱり iPad はお母さんたちのせいじゃねえよ。赤ちゃんは iPad にすごい興味を持っちゃうから。
ヘイゼルを落ち着かせる救世主ジボン登場。猫語で自分に話しかける。ミャーカピしてる。ヘイゼルの特技、猫へのブルトゥースタッチ。ちょっと横にゆずめする？なんか食べてないから？おやつ中のボンボンにもブルトゥースタッチ。はい、妻今韓国ドラマ見てます。おすすめの韓国ドラマを教えてください。アート・オブ・サラ？おすすめ。ヘーゼル寝ちゃいました。 사라킴이 사기꾼이라는 거 내도 막도 못하는 단서를 들이밀랄까? 제가 전에 남대문에 있을 때 사이사팀이랑 사무실을 같이 쓴 적이 있었거든요. 근데 이름을 귀에 딱 않게 들었어가지고. 今日は韓国のサラル料理を作ります。今日作る食べ物はカルビチン、チャプチェ、チヂミ、小さいチヂミたちがある。あれと餅餃子スープ。설날には必ずお餅スープを食べる。白いお餅を食べることは1歳年を重ねる意味がある。だから嫌でも少しは食べさせられた。ああ、もちろん私はいっぱいペロリでした。そういうことで韓国でお餅スープを何杯食べたと聞かれると、それは年齢を聞いてることになります。一応刃をアニメで覚えた日本語でごめんなさい。切る前に雰囲気だけ一流。切れ味別次元。無駄のない動き。無心で刻む、いろいろ考えながら。レシピは確認済み、計量は感覚。ちょっとだけ。エーゼルが妻の顔を叩いたから今怒られてるみたいだけど、皆さんはどうやってしつけしてますか？コメント欄でアドバイスをお願いします。最近ヘイゼルのしつけをめぐって TK と意見がぶつかることが多い。私は礼儀を大切にできる子に育ってほしいから、今はしっかりしつける必要があると思っている。一方で TK はまだ小さすぎて理解できないと考えていて、あんまり厳しくしようとしない。そうなると結局叱る役目はいつも私になってしまう。パパを求めるヘイゼルの姿を見ると、つい感情的になってしまう時もある。
気づけばこの問題でティキと私はどちらが正しいのかを考えてばかりいた。どこかで私は無意識に TK にその役を任せたかったかもしれない。でもこれは誰かが悪者になれば解決する問題じゃなくて、二人で一緒に向き合っていくものなんだと気づいた。15ヶ月のヘイゼルには優しく、でもはっきりとダメを伝えて、すぐに気持ちを切り替えさせるやり方でいこうと TK と話し合って決めた。私たちはヘイゼルの親だからきっと乗り越えていけるとお互いを信じることにした。多分明日まだ揉めるけど。とりあえず鍋は待ってくれないので続きやります。これはコチュジャンといって特別なものではないけれど私が一番好きなチヂミです。みんなの大好きドングランテンの形を作っていきます。この時間ちょっと好き。チャプチェ用の人参を千切りにします。チャプチェの基本、野菜はそれぞれ別々に炒めます。玉ねぎ不在、ネギでなんとかします。冷蔵庫の奥から奇跡の生還。下味をつけた牛肉も焼いていきます。ここで1000人集合。全体をしっかり混ぜていきます。チャプチェができたら続いてチヂミ。本日の主役カルビチンを作ります。まず野菜を炒めて甘みを引き出し、牛肉は表面だけ軽く焼きます。醤油と魚醤で味を整え、梨ジュースで甘みを加えます。水を加えたら弱火で45分じっくり煮ていきます。今年も一つ年を取るためにダックを作ります。失礼します。
でお風呂上がってこれから寝る時間。寝る準備。あともう寝るだけだけど歯磨いて。45分経ったら人参を加えます。本日のサラダ完成。タコ、チャプチェ、チョン、ナムル、갈비찜 완성。いいですかね。いただきます。美味しそう。やべえ。あったかい。おいしい。今度はビーフスープを使わなかった。何回もこれ食べてるもんな。でもあの時いつもビーフスープ使ったけど。めっちゃ豪華じゃん。このカルビが40ドルしたからな。ニューイヤーは公開で食べてビルマルさんだよ。いや、ハッピーニューイヤー。ごちそうさま。今日もビデオを見てくれてありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。おやすみなさい。